こいつあれですよね、本当にめっちゃいいことしてる気になってすげえ迷惑なやつのタイプですよね。使えそうな剣じゃないですね。じゃあよろしくお願いします。違います。今日はマイキーさん、プロ vs アマチュア。私アマチュアとして挑戦したいのは少年キャラクター。どんなキャラクターがいいかな。武器は一つ。そっからですね。ある程度笑っている。ある程度笑っている。髪が長くっていうより短くない。今謎出されてるんですか俺。いやじゃなくてすぐ分かる髪型がいいか。まあ見た目でパッと分かりやすい方が多分いいんでしょうね。まあ少年キャラクターは、まあ、6頭身くらいかな。頭身って漫画さんによって違ったりするんで、頭大きめの方が好きな人とかもいるし、あんま区切られてない気はしますけどね。でもまあ8頭身ぐらいあればかっこいいんじゃないですか基本的には。全身隠すスタイルでいいか。ヒーローだったら制服が大事かなと思っています。制服が大事なヒーローは、まあその組織に属しているみたいなニュアンスがあるんだったら制服でもいいのかなと思いますけど。確かにそうですね。ヒーロー単体だと別にその人のコスチュームとして独特ならいいけど、制服でやる必要はないかもな。なんか剣持たせるんだったらなんかバカでかいやつがいいね。すげえなんか FF みたいな。そうなんか似てすぎかな。こういう丸い剣にしよう。使えなさそうな。なんで使えなさそうなやつ。右手何がいいかな。ああ分かった。この腕がすごいことになっている。その説明をお願いします。持ち物が決められなくて、手が大きくなっている。手が大きくなってる。カニみたいだ。カニみたいな。それなんかヒーローじゃなくて敵じゃないですか。この形なんか髪にも髪型にも反映させたい。結局長い髪に。健康事故多くないですか。俺の心の中で準備してたもん全部なくなっていくんですよ。髪長くて顔ちょっと笑ってて片手がカニで。いやでも結局笑ってることは多分残る。いやだから笑ってて片手カニのやつで怖いでしょ。全然ヒーローっていう大枠からも外れちゃったじゃないですか。ねじゃなくてヒーロー。それ言ってるだけでしょ。いや顔はすごくいい顔してるけど、まあまあ助けられたくないヒーローに。こいつに助けられた時にちょっとありがとうって言いづらいやつですね。怖いし14歳だからいいけど50歳ぐらいだったらマジで怖いっすよ。あ、分かった。ここに学校のマーク。そういうとこに保険かけてきたんですか。学校のマーク入ってたら安心だなってならない。そうじゃないですか。いや問題は多分カニの手だと思うんですけど。最後にもちろん名前をつける iCloud。全然カニの手も何も関係ないですね。はいお願いします。破れてる？破れています。ジムでここだけが強くなる。鍛えてそういう感じ。そんな鍛え方をジムでしてるやつはどうかと思いますけどね。そんな折手はカニになってたんですね。ヒーローよりも悪になる可能性の方が高くないですか？高いです。でっけえなこの刀。俺もカニの手わかんないんだけどトゲトゲしとけばいいのかな。おお、それだけですごいカニっぽくなりました。敵だったらこう布のスポーンみたいにさぐちゃぐちゃあってコードの先が。ヒーローだとなかなかそういうイメージだとちょっとダーティーかな。なるほど。こいつのなんかモチベーションが分かんないから表情難しいっすよね。だってこんな右手カニの手でニコって怖いっすもんね。一応まあカニっぽい髪型にしといて。おおすげえ。ボーン体験ありますね。素晴らしい。ここも握れるようにね。なるほど。もう現実的な話をすると、この髪の長さでこの剣振り回してこの手だったらめっちゃ髪絡まると思うんですよね。もうヒーローっつってたのにな。
こいつあれですよね、本当にめっちゃいいことしてる気になってすげえ迷惑なやつのタイプですよねはい、すげえ怖くなってきたこいつすげえ嫌だ。めっちゃかっこよくなった。かっこいいですかこれ。かっこいい。勢い、なんか動きがある。ああ、勢いはい。まあでもこれ裏で書いてる方が一番絵の勢いはあるんですけど、ペンを入れると結構ね落ち着いちゃうんですよね。それを防ぐためっていうか、ああ、なんか何かコツありますか？いや多分それをができるようになったって思ったら多分成長が止まったってことです。鉛筆線で出るやつと同じ線が引けることはまず聖書では絶対ないんで、それが引けるようになったってことは自分が停滞してるってことなんで気をつけた方がいいなって感じです。プロの作家さんたちはみんな多分その下書きの線、鉛筆の線にどれだけ近づけて書くかっていうので四苦八苦してる気がしますね。頑張って。確かに私ペン入れた時は結局鉛筆で書いた方が良かった。なんでっていつもなってたから、そういうことあるんだよね。鉛筆で書く時って何回も線を重ねるじゃないですか。ってことはその重ねた範囲の中の少ない正解の線を勝手に目が拾うんでよく書けてるような気持ちになるんです。だけどペンで書くっていうのは正解を導き出さないといけないんで、少しでもずれちゃうとやっぱ違うなってなっちゃうんですね。かっこいい。いやーこいつ嫌だな怖いんだもんこんな感じかな。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はーい。名前は同じですか？侵略、少年毎回比べると私が書いたものがなんだって感じになります最初は武器の改善やっぱり剣とか作るんだったら形が大事だし、どういう風に使うかこれの方がすごい分かりやすい。でこれは両手で持っても使えそうな剣じゃないですね。まあ、両手って片手カニですからねで剣のいろんな出ている部分とかハンドルとか、あとテーマ的にカニになっている武器を作るなら、どういう風に使うか想像できないと面白くないですね。いやでももうほんと片手カニなんでとってもいい形になっています。あ、ここにもカニが。いやカニを探せみたいになってるから違うんですよね素晴らしい。さすがマイキー。服の話にすると、このベルトを入れると、まあ、コートみたいなね雰囲気がね、小さなデザインポイントだけど良くなる。一般的に線の引き方、私が描いた紙が結構、直線が多い。こういうスタイルは特にこういう丸髪型く、的な。そうですね。少年で、戦うとなると曲線よりも直線とか尖ったものを入れた方が攻撃的に見えるので、ツンツンした部分は入れたって感じですね。なるほどでカニの手カニの手ね、とっても小さなデザインポイントだけど、これだけでこのトゲ入れるだけでカニっぽくなった。ブーツの方がかっこいいですね。少年なんで、少しハーフパンツみたいな長さのイメージがあった方が少年っぽいかなと。確かにスラックスって感じですねもうスラックス着たヒーローとか嫌でしょ。襟の形も変わりましたね。はい、なんか広げてるとちょっと年配の男性の着方みたいに見えるなと僕が個人的に思っただけなんですけど、襟立ててる方がなんか子供っぽいかなっていう感じですかね。髪の描き方何かアドバイスありますか？一応曲線の描き方はある程度、曲線ってやっぱ動きの出る線なので、動きに意思を感じるところだから、あんまり適当に描いちゃうとその不安感というか安定しないので、できるだけその形を綺麗に描く、こういう流れを綺麗に描いてあげて、なんかこの辺で急にふわってなってないとか、なんか違和感のある
バランスにしないみたいな、これ結構感覚的な問題だと思うんですけど。でも確かにこの妙な特に理由がなくて曲がりがある。ダメじゃないと思うんですけど、なんかまあねバランスの問題だと思う。でも本当にいい勉強になりました。では皆さん、この敵キャラクターっていうかヒーローのチャレンジで多分どういう風に改造できるかよくわかると思うので参考になってください。ありがとうございます。ありがとうございました。